さて、僕のデスクの現状がこんな感じです。はい。まあ、綺麗ですねとまでは言わないんですよ。ここら辺とかちょっと物多いなと思っていて、完成形だとは全然思っていないんですが、今回のテーマとして、この中にですね、3D プリンターを駆使して作ったものがあるので、ちょっと見つけていただきたいんですよ。サムネに出てそうですけどね。今時ですね、3D プリンターって簡単に手に入るんですよ、割と。2万円3万円くらいで購入ができてしまいます。 Amazon のセールにかかると、より安い。僕の家もですね、このクローゼットをもうこんな感じでできるだけもうラボにしたいということですね。で、ここに置いてるのは今2台ですね。バンブーラボの P2S っていう、少し大きめのプリンター。もう一つが先ほど話した、安い A 版ミニというモデルです。ただ見ていただいて分かる通りで、今ちょっとね壊れていて運用できていないんですが、基本はこの P2S を使いながらいろいろとプリントをしております。 3D プリンターちょっと難易度高そう、難しそうっていう風な意見あると思います。おっしゃる通りですいや簡単なんですよ。もっと言うと印刷するだけならものすごく簡単です。このバンブーラボのサイトをはじめ本当に 3D でいろんな方が作ってきたデータがあまた無料で公開されているので、それらを探してきて自分の好きなものをプリントするっていうだけでももう十分楽しいと思います。難易度が高いというふうに最初に僕が言ったのはこの 3D データを作る難易度です。とにかく最初のハードルが高いと。まず腰が重い。そして触り始めてからも全然思ったようにいかない。そんなわけで 3D プリンターを手に入れてからもうかれこれ2年ほど経つわけですが、もう長らくですね、僕は自分でデータを生成することなくずっと 3D プリンターを使い続けていました。ただ最近この 3D 素人にとってはもう革命的とも呼べるような出来事があったんです。これがまたやっぱりAI なんですね。実際にまず作ったものをご紹介した方がどういったものができるのかっていうイメージがつきやすいと思うのでお見せしたいと思います。一つ目がこちらのエスプレッソライトっていう僕が最近購入したディスプレイ用のこのマウント用のモジュールですね。このデスクシェルフにエスプレッソライトを設置できないかということでこんな感じのモジュールを作ってみました。はい、こんな感じです。この黒い部分。これ最初もともとはですね、コメントでいただいたんですよ。これどうにかここに設置したいですねみたいなのを動画で話したら 3D プリントすればいいじゃないですかみたいな。本当にその通りだ。何のために俺は 3D プリンターを持ってたんだみたいな。ただフュージョン使えないしなとか思ってたら、そういえばクロードコードでつなげられるじゃんということで、試してみたのが最初だったんですね。で、実はこれ3号機なんですよね。1号機と2号機がこんな感じであります。こういうのはね、ビルド&スクラップビルドか。はい。ですよ。作っては壊してを繰り返して強いものを作っていくんです。1号機は当初こんな感じでものすごくシンプル、見た目あんま変わんなそうに見えますけど、本当にこの同じ厚みのものを曲げただけみたいな構造。そこにこのダッシュボード用の穴をつけるような形を作っておりました。で、これの課題が、傾斜角がちょっと急だったとか、爪がね、結構ごつくて、なんならディスプレイにね、干渉してたみたいなの。あと、ここの強度がちょっと心配。単純にここだけで固定するので、どうにか補強できないかなということで、作ったのが第2弾がこちらですね。角度をこれ緩くしたんですよ。1号機と比べると、わかりますかね？こっちの方が急なんですよね。で、この爪の部分の存在感を弱くしました。細く、小さくして、そして強度を上げるためにこの裏面にですね、こういった構造をつけました。これは僕のアイデアじゃなくてクロードのアイデアでしたね。これちょっと角度緩すぎたなということで、もう本当に細かくアップデートしたのがこの3号機ですね。見た目はほとんど変わらないですね。角度くらいかな、変えたのは。これプリントして、これ全く問題ないなということで、使い始めました。非常に気に入っておりますね。本当にこれね、もうパッと乗せるだけなんでね。いや、いいですね、いいですね。ここがね、浮くのがいいんですよ。既製品のスタンドでも良かったわけですよ。別に浮いてたからって何も変わらないので。ただ浮かしたかった。ここをスッキリさせたかったっていう僕の欲望を叶えてくれましたね。ここのディスプレイの厚みぴったりでしたからね、ここ。本当に。
一発でこの寸法は出たので、やっぱね、ネット上の情報を勝手に拾ってくれるのはありがたいなと思いました。そして2つ目がこちらです。なんか見覚えありますね。これ見てわかる通りですね、以前僕のデスクでも導入していたモノグラフ堀内さんがプリントをして設計をしていた3D プリンターのモジュールのケルベロスというアイテムですね。これを、自分好みにカスタマイズアップデートしたバージョンになります。この中には充電器と、リール式のね巻き取り型のケーブルが入っているので、これさっと引き出してこうデバイスをね充電しておくことができます。で戻す時にはこう掃除機の容量ですね、こうやって引っ張って元に戻ります。これを3個つなげているようなモジュールですね。僕なりのカスタマイズアップデートとしては、1個はですね、この中に入れる肩巻きのケーブルが本来のデータだと90センチ用なんですけど、120センチのリールが入れても問題ないように寸法をちょっと変更したということ。でもう1個が本来のケルベロスであれば接着剤でデスクに固定する形式なんですが、それをプレダクツの背面のレールを使って固定できるようにしたということ。そして3つ目がこれ、もうちょいねこっちの下の方を見てもらうとこんな感じで箱型にしているんですね。充電器とかがどうしても従来版だとあぶれてしまうというか、充電器とかも全部この中に入れ込んでしまえるように箱を巨大化して中に収納スペースを作りました。ちょっとね中開けてみればわかると思います。よいしょ。こんな感じで中はこんな感じになっております。ここに3つの肩巻きケーブルを並べて、それぞれをこの CIO の充電器にセットして、さらにここに延長ケーブルをつなげて給電しているような感じですね。この充電器の置き場所を作れたっていうのがさっきの話でした。これもですね、さっきのディスプレイ用の、モジュールと同じように3号機目なんですよ。それぞれこんなんです。1号機、2号機、3号機。で、プレダクツのこのレールにはこういった蓋の部分にこの穴を開けてネジで固定できるようにしています。2本前後のレールで固定できるようにしていますね。1号機はもうシンプルに寸法をミスりました。全然3個入んなかったし、ちょっと難多すぎたので全然ボツですね、これは。で2号機でちょっとそれっぽくなったんですけど、こっちが2号機でこっちが3号機、比べてみると分かると思うんですが、まずここにへこみがあるんですよね。このモジュールをセットする時に蓋を固定しているネジと干渉しないためのへこみです。これとか、あとは先端ですよね。丸から四角にしたんですけど、これはちょっとねプリントの精度が四角の方が高かったのでこっちにしたという感じです。あとは本当に微調整ですね。スライドの向きがうまく合わなかったのでそこを固定するだとか、細かいアップデートを重ねました。で蓋の部分はこんな感じでレール2本使って固定をしています。これなら接着剤がいらないというか、プレダクツのレールのメリットをより恩恵を大きく受けられる。好きな場所に取り付けができたり、つけたり外したりが簡単なんですよね。でここに給電用のケーブルをこうやって挿して、前から箱をこうやってスライドさせますと、これでもう設置が完了です。使いやすい使いやすい。やっぱり四角く全部1個にまとめられるようになったので、めちゃめちゃ見た目がすっきりするようになったと思います。ずっとやりたかった DIY だったので、これはちょっと感動しました。そもそも 3D プリンターが行えることの大きなテーマとしてパーソナライズがあります。どういうことかというと、自分だけが欲しいものを自分一人のためにこのように作れるということなんですね。既製品っていうのは基本的には多くの人が触れて多くの人にとって使いやすいものであるんですが、自分一人のためのニッチなニーズを叶えてくれるっていうのが 3D プリンターなんですね。でもちろんこれいろんな領域で使えて、例えば子供用のおもちゃだとか、あとは家の中の収納とかね、本当に幅広く使えるんですが、特に僕がどうしてもずっと使いたいなと思っていたのがこのデスク周りだったんです。実際いろんなアイテムが無料でも公開されてるんですが、自分が持っているこのアイテムをこういう風に使うためのこのツールが欲しいみたいなニーズをドンピシャで叶えてくれるものはもう究極自作するしかない。ただ、先ほど話した通り 3D データを扱うハードルの高さみたいなものにずっとビビっていたわけなんですね。ただそんな自分でもデスク用のオリジナルモジュールを作れるようになったんですね。それがこちらです。今年の4月28日ですね。Cloud for Creative Work ということで、
様々なツールがですね、またクロードに接続して使えるようになりました。クリエイティブ系のアプリがいくつもね、紹介されているんですが、3D 系のアプリもクロードで操作をすることができるようになりました。いやー、これはね、とんでもないことです。ちなみに僕のフュージョンの習得度っていうのは本当に1回触ったことあるくらいです。実際に何かを完成させたことはないし、ここをしたらこうなるっていうのだけ一回試したんだけど、むしろそこで挫折したっていう、そのくらいの状態でした。クロード、フュージョン、3D プリンター、この3つがあれば初心者でもこういったものが実体として作れるようになる、そんな時代になりました。クロードコードとフュージョンをつなげることによる、一番の恩恵、それが自然言語でこのフュージョンを操作できるということなんですね。実際にやり取りを見ていただくのが一番早いと思うのでお見せします。まずこういった画像を提供した上で、これを自分が持っているエスプレッソライトというモバイルディスプレイで使えるようにしたいです。新規でデザインを作成してこういったものを作れますかというふうに聞いています。もうこっからは本当にただただクロードの質問に答えていって自分のイメージにより近づけていくだけです。ここでいろんな固有名詞を出していますよね。プレダクツのダッシュボードとかエスプレッソライトとか、こういった情報から実際にプレダクツのダッシュボードのこのネジのサイズだとか、エスプレッソライトっていうディスプレイの厚みとかサイズ、重さみたいなものをウェブ上から情報を探してきてくれるんですね。もう勝手にやってくれます。寸法情報どうしますか？調べてと言うと、はい、調べますと。で、こんな感じで情報を拾ってきてくれるんですね。ここら辺の既製品と比べてどういった特徴があるので、それに対応できるような形にしますみたいなことも自分で判断をしてくれます。で、そんな感じでもうこんなプロトタイプみたいなものがもう早速できてしまうんですね。たださすがにこれはこのまま使えるもんじゃないということで追加で指示を出します。寸法はプレダクツの既製品を参考にしてくださいと。で、固定にあたってはこういったプレダクツのホームページからネジのサイズとかを提供したり、付け方みたいなものを提供して、この既存のモジュールに近い感じで固定をしたいんだというふうに伝えます。で、わかんないところはもうおすすめ教えてというふうに聞いてしまいます。で、個人的にですね、クオリティを上げるためのいくつかの方法があると思っていて、で、1個はここに角丸と言ってるんですが、R ですよね。さっきのもう本当に四角をただ重ね合わせたみたいなこの状態から一つこうグレードを上げるために、この分かります？ここの角をちょっと滑らかにすることで仕上がりが全然変わってきます。意図とかを伝えると、より良い方法があるかどうかを自分でこう模索してくれたりもするので、できる限り情報を与えてあげるとクロードにとっても親切かなと思います。最初はこういったモチーフになるものがやっぱりあればあるほどいいと思います。その点でプレダクツのデスクはすごくね、いいプラットフォームなんですよ。もうネジとかレールのサイズが一貫しているので、こう画像とかデータを与えてあげたり、もうなんなら調べてもらうだけで結構ちゃんとした形になります。寸法とかがだいぶ定まってきます。もうね、本当にね、大したこと言ってないんですよね。今90度になってる角度を110度にしてとかバーッと喋っていって、結局バージョン3ぐらいで完成したのが先ほどお見せしたものになるんですね。今見てもらった通りで専門的なスキルは何も必要ないんです。どちらかというと必要なのはどういったものを作りたいのかっていうのを頭の中でイメージする力、そして、そのベースになるもの、参考になるものを最低限提供できるような情報量、知識、そういったところになるのかなと思います。で、こちらの充電ユニットに関しても同じように会話をしています。最初の問いかけはこうですね。フュージョンで作りましょうと。で、まずはインプットをしますと。ファイルは公開されているので、それを提供した上で検索して情報を保管してくださいと。で、インプットできてそうだったら、これに対応するものを作りたいですと。製品リンクも与えることで寸法も大抵の場合は書いてあるので、それをね、もうリンクだけ提供すれば OK という感じですね。別にこういう形を作ってという指示を出す必要はないです。こういう課題を解決してほしいみたいな問いかけの方がむしろより良い形に仕上がる場合も多いです。例えば充電ユニットの場合、僕途中でね、構造を悩んだんですよね。もうこれ本来だったらフュージョンから触っていたら、それも全て頭の中でイメージした上でこう作らなきゃいけないんですけど、もうクロードにはそこから相談できます。優先したいのはこれでデスクの前からスライドして設置しないといけないと。
ただケーブルを引っ張った時に本体もガリッとこう出てしまうと使いにくいので、これをどうにか防ぐ構造を検討したいんだけど、ちょっとイメージが頭の中がぐちゃぐちゃしてしまったので、どうにか頑張って作ってほしいみたいな。またモバイルディスプレイに対してもこうです。ディスプレイの重さに耐えられるような構造を検討して実装してみてと。ただし他の部分に干渉がないように。これで結局クロードが検討した上で付けてくれたのがこのガセットリブという構造でした。これがスマートかどうかは置いといて、ただ僕のニーズに対してはバチッと答えてくれたんですよね。これ正直一人でこねくり回してたら思いつかなかったと思うので、本当にクロードを経由してよかったなというふうに思っています。こんな感じでクロードを使ってフュージョンを操作することができるというお話でした。やっぱり一番のメリットは僕が最初に感じていたような 3D 系のソフト怖いなみたいな、そういうハードルをもうすっ飛ばしてとにかく作ってみることができること。これはクロードコードでアプリを作ってみようみたいな話の時にも言ったと思うんですけど、一回作ってみるだけでこう自分の中でやる気が生まれるんですよね。モチベーションにつながる。とにかく最後までつなげてみる、作ってみるっていうのがものすごく重要だと思います。そして2つ目が今見せたような自分では想像できなかった点まで相談ができるということですね。構造のイメージがついてないんだけどこの課題だけは持ってる。強度が足りないだとか、向きがうまくはまらないだとか、解決する形は思いついていないんだけど課題だけは持ってるって状態ならもうそれをぶち込めるわけですよね。で相談してそれなりの形にしてくれます。ただ、注意点とか、若干扱いにくいところもあります。で僕の場合はフュージョンを使っているんですけど、個人差個体差かもしれないんですが、クロードコードとフュージョンの接続があんまり安定しないです。他のツールではねないんですけど、フュージョンのアプリを起動していないとクロードコードがこうアプリを認識できないのか、毎回ねつなぎ直したりで、なんなら一回削除してやり直したりみたいなプロセスを踏まざるを得ないんですよね。今のところ結構頻繁にこの接続が切れるのでちょっとめんどくさいですし、初回のセットアップもね若干もしかしたらねちょっと手こずるかもしれないんですが、分からなかったら全部クロードに聞いてください。それで解決します。できるので一回そのハードルだけ乗り越えてみましょう。そして2つ目は、やっぱり完成するものは僕が提供した情報に対して最低要件を満たすものですね。もっと具体的に言えば美しいもの、綺麗なもの、あとは商品になり得るようなものまでは作れないなというふうに思います。これはもうアプリ開発の時にもそうだったんですけれども、お願いした通りに作ってくれただけで結局こっち側のレベルが高くないと出てくるもののレベルも高くないので、それはもう作り手側のものを見る審美眼とかセンスだとか知識、そういったものにどうしても依存はしてしまいます。ただこれは逆に言うとイメージを持っていれば持っているほどよりいいものが作れるということでもありますし、フュージョンのスキルを高めることも大事なんだけど、それが苦手な人にとってはよりこう自分が持っている課題は何か、想像をどれだけ膨らませるかっていうところにフォーカスができるんですよね。なので、スキルに関係なくやりたいことをやりたい人がやれる状況なので、物を見る目を養うことの方がね重要度が高くなってきているんじゃないかなと思います。そんなわけでですね、クロードコードとフュージョンと 3D プリンター、この3つの組み合わせによって僕はものすごくこういろんなデスク環境整備とかはかどっております。今後また家の中のいろんなフィールドにこれを広げていきたいなと思いつつ、ぜひ皆さんもねちょっとフュージョンつなげてみてください。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。